じゃん。じゃん。秘密兵器です。これですね、ボイスレコーダー。ソニーのボイスレコーダーなんですけど、なんとか DX。ICDTX660 ってやつで、これですね、実はGoPro で万が一音声が取れてない、一回実は音声取れなかったことってテストしててあったんですけど、GoPro でですね、音声が取れてないときに、これですね、ここに、中にセットするとやっぱ音がよく取れなかったんで、昨日夜ですね、小樽からここに来るときに、このホテル来るときに、ここにこうセットして、音を取ると、逆だったかな。マイクはこっちだったかな。なので、こうですね。こうセットしておくと、音がですね、声がかなり綺麗に入ってました。なので、万が一 GoPro で音が取れてないっていうことが発生しても、一応これをやればですね、多分音が綺麗に取れます。で、GoPro が本当にちゃんと撮れてるかっていう心配なんですけど、一応映像をですね、常時こう表示ってしておるので、これが動いてれば、映像が動いてれば、GoPro ちゃんと撮れてるなっていうのがわかるんで、なので、万が一音が取れてないって言った時も、これでですね、一応リカバリーをする。で、結構綺麗に撮れてました。なので、一応万が一 GoPro で音を取れてなくても、動画編集すればですね、多分結構綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。よし。おはようございます。GoPro ね、昨日ね、この音声アダプターがあるんですけど、ここをね、完全にごめんなさい、ヘルメットのこのリアボックスですね。これで閉じようとした時に強引にね、プレスしちゃって、これ、完全にこれ、破損してしまいました。ショック。で、これね、もうマイナスドライバーで、こう、口を開けようとしてもう中のね、ピンが破損してるんで、もうこれダメです。これもゴミになってしまいました。よいしょ。よし、出発します。ちょっとね、天気がやっぱ悪いね、今日は。天気が悪いけど、とりあえず、雨は降らないようなんで、それを良しとしていきましょう。右か、右やね。これ右行けば大通りやね。これでね、多分今、大通りに出てるはずなんです。旭川のね、今、大通りです、これ。ですね。よし、とりあえず朝日岳に向かって行ってみましょう。もしかしてね、天気は少しマシになるかもしれんしですね。
美味しい朝ごはんも食べたし、お金も下ろしたし、あとは安全にね、とりあえず旭岳方面に行ってみましょう。一応ここら辺やっぱあれですね、大雪アリーナとか大雪クリスタルホールとか、なんか大雪ってつく、まあ大雪山っていうんですよね。旭岳もなんかいろんな読み方があるんだったかな、なんかちらっと聞いた限り、旭川から見るのが旭岳やったかな、なんか大雪山って、僕もね子供の頃大雪山としか習ってなくて、で旭岳ってあるんだと思ったけど、大雪山のことなんですね。で見る場所とかによってなんか違うことなんかちらっと聞きました。利尻の時に一緒にね仲間に仲良くなった人から。だから層雲峡から見るとまた何やったかな、なんかあるらしいですね。層雲山じゃないんでしょうけど、なんかそういうね、なんか名前のあれがあるらしいですよ。旭川から見れば旭岳ですね。旭川もやっぱ空港あるんですね。旭川空港って看板が見えましたけど、道内のそういえば移動もあるって言ったもんね。当たり前ですけど、九州のだって広さが倍だから、函館から釧路とかあるんじゃなかったっけな、確か。稚内から札幌っていうか新千歳があったような気がしますけどね。ラーメンも多いよね。やっぱ旭川ラーメンってあるんですよね、確か。で、味噌じゃなくてなんか醤油とかって言ってたような気がするけどね、そうでもないやろか。なんかね、札幌ラーメンって言ったらもう味噌一択っていうしかないんですけど、九州でいう豚骨ですよね。だけど旭川はね、確か味噌どうこうではなかったような気がするんだよね。やっぱりね、雪が見えるね。一応ね、今日の旭川の最高気温は23度らしいんですよ。で、最低が何ぼやったっけ、16やったかな、15やったかな、もっと低かったかな。だから、ちなみに九州はね、今日最高が35度で、多分最低もね、25、6あると思うんですよね。だから、実はね、旭川の最高よりね、九州の朝一の最低の方が全然温度が高いというね、北海道の凄さを感じてるんですけど、でそうなるとね、やっぱもう9月でね、この時期で山がね白くなるんですね。やっぱり昨日もあれ雪やろかっていう話をしてたと思うんですけど、やっぱり雪なんですね、あれ。旭山動物園見えた。ちなみに昨日泊まったホテル良かったです。常盤さん、ダイバーシティ常盤さんやったかな、名前ちょっと、この道が嫌だ。これ止まられてもうバイクにこういう道が一番辛いんですよね、これですね。昨日泊まったね、常盤さん良かったです。なんかインスタグラムもやってるらしいんで、まあちょっと帰ったらまたじっくり見てみようと思いますけど、まあ僕のバイクも写真撮っていいですかって言われて、撮ってくださったかどうかはわからないんですけど、まさかね、たまたま安いとこポツッと旭川空いて、でそこを撮らせてもらって、で部屋も良かったです。普通にちょっと古かったですけどね、でも全然綺麗にされてて良かったです。やっぱり、ね、予想はしてた予報通りであるんですけど、全然天気がやっぱ改善されんね。少しでもいいんやけどね、少しでもこう青い空がね見えれば、ね、雲はもしくはちょっと薄くなるとかね、なってくださればね、なってくれれば全然違うんですけどね、山の祝いも。ここも美瑛なのやね。美瑛町に入りました。トンネル抜けてですね。あれやろか、すごいね、なんかあれが旭岳かな。
誰もね車通ってないからわざわざねこの天気で行こうと思わないよな。ただねやっぱ飛ばすとね寒い。大雪山旭岳温泉、こっちですね。旭岳12キロ。ああ、やっぱり寒くなってきたね。これもう一枚羽織らんとちょっと寒いな。これちょっと一枚羽織るか。ちょっと羽織っちゃいましょう。一枚構いは羽織ったらね全然違います。やっぱ寒かったもんね。今ね春秋用のジャケットこれねメッシュで着たんよね今回。なので天気がね良ければ全然メッシュでいいんですけど、春秋を持ってきたとよかった。本当ネッコーマン持ってきとけばよかったな。まさかねこんなに寒いとは思わんかった。しかも今日日が照らんから余計に寒いんでしょうね。このうち使い捨て回路使わないかんかもしれんよ。9月真ん中なのに。ちなみに今日は北九州最高気温35度らしいですけどね。おお、きれいきれい。すごいすごい。あんなきれい見えるんや。ここがロープウェイか。へえ。結構いますねこれ。びっくりするね。天気悪いのにもうちょっと少ないかと思ったけど、天気悪くて平日でこんなにおるんか。旭岳のロープウェイに乗ってみましょう。旭岳です。これがね往復切符で3200円ですね。天気はいまいちなんですけど多分山は綺麗に見えると思うんでとりあえず行ってみましょう。多いな。多いです。多いね。なんか天気いまいちなんやけどこんなに多いと思わなかった。よいしょよいしょ。よっこらしょっとこっちか。よいしょ。ロープウェイが進みました。古くからアイヌの人々はこのたおやかな山々をカムイに神々旭岳ロープウェイは原生林を抜け木を迎えます。おお、高いところに来た来た。紅葉してますね。下は確かに。短い夏の間に草木は花を実を結び冬に備えます。厳しい冬です。すごいね。紅葉してる。毎日のように雪が降り続き強い風が吹き去ります。植物がダメになっちゃう。紅葉もダメになっちゃう。It snows almost every day, and gusts of wind blow fiercely. 花に彩られた大雪山の山々は雪に覆われてこんなに平日に多いと思わなかったな。びっくりする。うわ、綺麗。天気悪くてこんな綺麗なんだね。ついてしまったりとか、ちょっと集団になりかけています。しかしチングルマという足元の絨毯みたいな植物の紅葉がとても綺麗です。
他にも黒ウツボとか、エゾマルバシモツケとかが個人的には好きなんですけれど、そういった足元の紅葉よろしければおお、すごい。姿見駅ですね、らしいです。ここまですごいと思わなかったね、正直。雨がね、結構強いです、雨が。結構ね、赤くなってます、やっぱね。あそこがなんか、上のとこ姿見の池水忘れたけど、そういうとこなんで、ちょっと行ってみましょうね。で、この景色。結構ね、段も激しいね、これ。怖い、これ。段がすごい。怖い。よいしょ。こんなとこでさ、足くじいたりして帰れるように歩けんね、これ。九州に。気をつけておきましょう、これ。いやー、これもきついね。ペシ岬ほどではないって言ってもきついのきつい。もうちょっと。おお、すごい景色。よっこらしゃった。姿見の池。来ました。きつい。よいしょ。あー、きつい。姿見の池です。姿見の池。うわー、ここから見る景色すごいね。雄大やね。地獄谷と通気口ですね。ここが終点。まあその上まだあるみたいですけど、とりあえずこんな感じですね。すごい。音はやっぱりすごいです。すごいね。これ2800年前になんかこの形になってずーっとガス吹き続けるのか。いやもう絶対ね、ここからエネルギー取った方がいいって本当にすごい。これ北海道の偉大さを感じます。さーて、行きましょう。よかったですね、旭岳。天気悪かったんで、なんか天気悪くて期待してなかったんですけど、想像以上に雄大で、まさかこんな景色がね、北海道で見れると思いませんでした。山の、ね、雄大な景色。まあ大雪山はね、有名なのは知ってたんですけど、ロープウェイに登ってね、なんか異世界に来たっていう感じがしましたね。で、紅葉もすごい綺麗で、まだ完全に始まってないんですけども、かなり赤くなってたんでね、本当に90だとね、まだまだ夏なんですよ。なので、こんなにね、気候が違うんだっていうのをまざまざと見せつけられました。本当に良かったです。で、今からね、今度まだメロンがあるということなんで、また恒例のですね、旭川から富良野に出て、で、富良野からはまたちょっとどうか出るか考えてないんですけど、まあ、とりあえずね、富良野に行って、またファーム富田さんですね、そちらの方に行って、まあ、緑というか、ごめんなさい、花を見たりね、で、メロン食べたりして、
でその後はもう小樽に向かって帰っていくような形にしようかと思います。気温もねだいぶ上がったような気がします。まあ今日ね終日雲でずっと太陽が隠れてるんですけど、やっぱ少しずつね気温が上がってきて、今からね多分山に降りて富良野に行くとねだいぶ気温がマシになると思うんですよ。なのでまた服装調整考えながらねやっていこうと思います。で今日中にね帰らないと明日台風来てるんでね、明日というか土日に台風が来て、で日曜日のね多分昼とか夕方ぐらいに九州に接近しちゃうんで、今日フェリー小樽から乗れば舞鶴にね土曜日の夜に着くんですけど、そこから高速でねもう、夜間走行あんまりしたくないんですけど、状況によってね夜間走行して九州に夜のうちに近づいて、で明け方にですね帰ればですね多分全然台風の影響はギリギリ免れると思うんで、とりあえずそんな形で旅をしていこうと思います。あれを左ですね。あれを左行くといいらしいです。美瑛の方ですね。ということで左に行きます。これ大変やな、スノーポールの修理。こういうチェックしとったらもうこれ切りないですね、ほんと。こんだけ北海道数多いから。スローポールの修理ね、スノーポールっていうかなんか雪のあれ数こんだけ多くてさ、こんなん一個一個修理しとったら人間の手がねいくらあっても足りないような気がするんですよね。だから現実的じゃないよね。やっぱ早めにさ自動補正するとかロボットでしてもらうとかさ、そういうのしないと多分終わんないような気がしますね、あんなもんね。大変ですよ。だから24時間もなんか巡回ロボットみたいなやつがずーっと走り続けて、何かあったら自動的にロボットが修理してくれるとかね、そういうのがあるとかね。なんか発信機つけてさ 5G とかでなんかどんどん今の状態が変わってだいぶ劣化してきたとかあったら自動的に修理行くとかさ、結局人間が見たって適当じゃないですか。今どんだけへたってるとかね、適当やから今までトンネルの事故とかね、あんだけいっぱいいろんな橋が落ちたとかねいっぱい出てくるのにさ、これからもっとだよね。これね7月に富良野に来た時、去年の7月来たんですけど、あの時はねとにかくね暑かった。で花をね楽しむとかどうこうっていうのはあんまりできなくて、もうとにかく暑くて、なんか九州より暑いなと思ってたんですけど、この時期に来るといいですね。なんか内陸でもちょうどよくて。上富良野町です。上富良野町に入ります。上富良野、中富良野、南富良野やったかな。うわー綺麗ね、これもねえすごい。ちょっとすごいね、これ写真撮りたいな。でも過ぎてしまった。こんな綺麗だよね。5月でも色鮮やかです。で多分あと6キロぐらいでファーム富田に着くんですけど、その後30分ぐらいして
小樽までどれぐらいかかるんでしょうね。一応小樽に高速でなく下道でね、あっちのオロロンラインの方に出ようかなと思ってます。足利やったかな、足利行って滝川やったかな、でそっち方面経由で、オロロンラインの方ですね出ようと思ってます。札幌市街地のを通るとね、一昨年か札幌市街地のを通ってね、あんまりなんか見どころもなく結構渋滞も激しくて、札幌経由するとどうしてもそうなっちゃうんで、高速使えば別ですけどね、高速使わずに行きたいんで、お金ももったいないんで、中富良野町に入ります。ラベンダーですね、中富良野町といえばね、もうファーム富田さんが最も有名だと思うんですけど、で紫ですね、やっぱ綺麗な色ですね、紫と白って映えるね。メロンも一応ね、9月末ぐらいまであるみたいですけどね。昔でもね、夕張にね、これよりちょっと早かったか、1週間ぐらい先に来た時にメロンがもうすでになかったもんね。メロンっていつまであるんですかね。だから9月末まであるものなのか、もう9月になったら極端になくなる、なくなるのはなくなるんでしょうけど、9月になってほとんどなんかなくなるのかっていうのは僕ちょっとよく分かってなくてですね。